どうも、ジラティです。ロストオデッセイ、また続きをやっていきたいと思います。前回のそのまま続きですね。続きっていうか、ちょっとデータ戻りました。えっとね、前回だっけ、前々回だっけ、ほんの少しちょっと日にちが経ってるんで、ちょっとうろ覚えなんですけど、まだ見返してないんでね。赤い森にもう一度行きました。終わった後ね、ちょっともう一回よく見て回ろうと思って、見たんですよ。そしたらね、えーっとこういったものがねあったんですよ。うん。これなんだろうと。前には、こんなじゃなかったけど、もしかしてマックがいるせい。要するにマックが仲間になってからってことですね。取り戻してからっていうことですね。子供には呪術の力が強く働いているから呪術師のマックがいるんで、仕掛けが動き始めたのかも。面白い、動かしてみようと。でこれをやるとね、ところどころにあるエレベーターみたいなリフトというのかな。それが、動き始めて、今まで行けなかったマップに行けるようになります。どうやって行くのかなとずっと思ってたんでね。そしたらね、こういうのが手に入る。うん、あの初めてですね、一つの宝箱っていうのかな。宝箱っていうか、これ積み石なんだけど、それで2つのものが手に入りましたね。これがね、結構重要ですね。これからの戦いにおいてね、今からやりますけど、それから、こういうやつね。うん。これは呪術ね、マック用かな。うんうんうん。あと他にもいろいろあったんですけど、あれですね、アイテムなのでね、特に紹介しませんけどっていう感じ。うん、それで赤い森もう一回見て、で前回ここいろいろ動き回ってたじゃないですか。追っかけられながら、このゲーム初のシンボルエンカウントだね。うん。それでね、前回ここにパーって来てセーブしちゃったから、覚えてないんだけど、見つからなかったんだけど、こういったものもあります。だからここで、もしレベルが足りてないようだと感じたら、レベルっていうのかな。うん。要するにこういうものを要するに育ててもいいんじゃないですかっていうことね。うん。で、私は赤い森でちょっとやってたんですけどね、ここレベルが経験値がいっぱい入っちゃうので、ただここでもいろいろやりました。でね、ここももう一回いろいろよくよく回ってみたんですけど、次の戦いにおいて、なんか、魔導機関車だっけ、魔導車だっけ。うんうんうん。将軍が乗ってるね、車みたいなやつ、戦車みたいなのと言いましたよね。でその途中で終わったと思うんですけど、やっぱりね、このゲームね、丁寧にね、作られてますね。あのねちょっと待ってください。扇風機がうるさい。よく作られてますね。あのね赤い森で今撮ったね、あのこういうのね。獣と魔法っていうのはいいんだけど、機械ね。ただね、これ赤い森で撮って、でここの、もう一回このなんていうとこだっけ、沼田宮殿回廊の点、そこに来るんだけど、その時にねガード獣っていうのがいて、前回も言いましたけど、うん、それが獣なんですよ。でこれから戦うやつが機械で、確か魔法も一人いたかな、白魔使いだっけもういるんで、これは取っといていいですね。あとこれね。うんこれは、誰に持たせるかは別としても、単純に攻撃力が上がるんでいいですね。それからあとこのゲームさ、魔剣士の剣でもこの何の剣でもいいんだけど、これさ、なんか特別な効能みたいのないんだ。効果みたいのはこのゲーム。それとも他にあるのかな、今後ね。分かりませんけどね。なんかないんだなっていうだけの話を今してるんですけど、例えばこういうやつ、例えば獣キラーでも機械キラーでもいいんだけど、キラーじゃなくてもいいんだけど、
なんかちょっとスピードが上がるとかね、なんか何もないんだなって思いました。だからとにかくこういうのが取れて、要するにその後の戦いに備えてのもの、それはずっと最初の方から感じてましたけど、まあよくあるじゃないですか、 FF でもドラクエでも、やっぱりよくよく見た方がいいですよ。なかなか親切設計というか、気づけばね、気づけばの話ですけど、まあ別にそんなに小難しいマップでもないのでね、よくよく歩けば見つかるのでね、まあ要するにそういうものがありましたよっていうことを、またって言えばいいのかな。前のボス戦の時もその前に有用なものを拾えたんでね、だからこれもその拾えるってこと、まあ早速役立つのはこの沼田宮殿回廊の庭園にいるガード銃、それから魔法キラーも役立つかな。であと前回最後に中途半端の、戦い途中で離脱しちゃいましたけど時間もかかるということで機械キラー、これいいですね。それからね、なんていうのかな、これね、これを作れたんですけどね、この機械キラーっていうのも作れたんですよ。だからこれを今やってある。それでね、こういったものに関しても、やっぱりね、丁寧に作られててね、この先に発生するであろう戦いに備えて、やっぱ作れるようになってるんですよ。やっぱ良心的ですね。前もちょっと言ったと思うんですけど、例えばさ、なんて言えばいい、ちょっと今パッて思いつかないか。うーん、まあ例えば何でもいいんだけど、例えばさ、研ぎ石とかハードスキンとかあるでしょ。でこの程度だったら敵から盗めたりドロップアイテムとかであるんですけど、例えばこれがさ、全然さ、今まで戦ったどの敵もドロップも盗みも、全然それに該当しないとするじゃないですか。でも街中で拾えたりするんだよね。例えばさ、このハードっていうのを作るときにハードスキン7個必要なんでしょ。今12個持ってるけど、でさ、その7個がドカンと手に入るのよ、このゲーム。宝箱で今んとこね。でそれでいきなりこれが作れちゃったりするの。例えばの話をちょっと今前に説明したと思うんですけど、それが今ちょっとパッてこう見せら例えば秘境の、違うか、まあそういう感じだったかな。この、ここら辺説明したのか。この旋風の翼とかだっけな、滝底のっていうのかな、とか、秘境のとか、これもさ5個必要なんですよ。普通さ、こういったちょっと特別なものっていうのかな、まあ序盤なんで後々になればそんなに珍しいものじゃなくなるのかもしれませんけど、とりあえず今の段階では珍しいわけですよ。でそれがね、例えば普通さ、なんか宝箱でもいいんだけど壺でもいいんだけど、探ったり拾うとかっていうアクションを起こすと、まあ普通さ、1個とか2個ぐらいじゃないですか、拾えても。でもさ、前にも言ったけどこのゲームいきなりドカンと5個拾えんの。ってことはさ、もういきなりこの土属性レベル1回を作れますよっていうことなのよ。これもだからこれも5個いきなり拾った、これも5個いきなり拾った。沼良の都をよくよくこう探索すればね。でこれもいきなり5個、これもいきなり5個だったかな。っていう感じになってるんでね、ぜひね、やっぱり拾ったらすぐまあちょっと後々どうなるか分かりませんけど、すぐこうね、作っちゃってもいいんじゃないかなって思いますね。それでさっきの、仮にさ、これをね、まあ拾えなかったとするじゃないですか、赤い森で。あるいは拾い忘れた。でも最悪これを作れるんでね、マシン界を。まあそんな強い敵じゃないから別にいいんですけど、ただ、この辺もね、ジャンクパーツもまあ割と手に入りやすいし、これね、これで2個作ってもいいですね。で前衛2人に戻せてでもいいですね。まあそんなこんなで、次の戦いに備えて
まあ探索とかも怠らずに、まあ、やるべきですねっていう感じ。そんなようなゲームのなんていうのかな、システムっていうかなってるなって、感じたんですよっていうだけの話をしてるだけなんですけどね。うん。それであとはこういうのもね、まあ拾えたりするのでね、こういうのも拾ったんですけど、赤い森だったかな。あ、これは買ったんだ。沼名で売ってたんでね。でこれ赤い森で結構役立ったりもしますので、あとねここで役立ちます。この回廊の点これ使ってくるやついっぱいいるので、まあなくても勝てたりはしますけど、だから一応ほらこれね売ってますよってこと。これね確か最初売ってなかったと思うんだよな。いつの間にかこんなのがあって買ったんですけど、まあまあそういう感じ。まあこれも赤い森に行く前にもう店屋で買えたかな。ちょっと覚えてないけど、まあまあそんな感じ。であと赤い森に行く前にサブクエみたいのをまあちゃんと見つけてね、私もまだ見つけてないのがあるのかもしれませんけど、こういうのも手に入ってね、役立ちますよやっぱり赤い森でね。初めてケロロンというのにされちゃいました。これ付け忘れてて、これね攻撃力が1になっちゃうんですよ。攻撃力が1になっちゃう。ただね仲間もケロロンにできるのよこれ。だからこれなんか意味があるんで、なんかちょっとまた勉強してこれをね、これっていうかごめんなさいこれっていうか、まあ今のはケロロンが使ってくるのを防ぐっていう意味なんですけど、そうなんじゃなくて、これまあこれでもいいんだけど、あれなんだっけな、どれだっけな。これこれはそうそう、ほら仲間一人をケロロンにしたり回復ね。さっきのは向こうとかのねやつなんだけど、アクセサリーね。まあ防ぐってことね。ケロロンにされちゃうとさ、魔法攻撃も物理攻撃も1しか与えられないんですよ。ただねケロロンにしたりってあるでしょ。これねよくよくちょっと勉強した方がいいですね。後でちょっともうちょっと勉強しますよ。要するに仲間をケロロンにするっていうことはなんか意味があるんだよ。攻撃力が上がるとか。だから1にしかなんないよ。だけど何かのことで攻撃力なり、例えばわかんないよまだよくよく勉強してないかわかんないんだけど、例えば防御力が凄まじくなるとか攻撃力が凄まじくなるとか、ただ単に普通にケロロンに仲間ケロロン誰かしたらね仲間一人をただ単に攻撃力が1になってしまうので、なんか意味があるんだよ。だからこういうのも使っていきたいですね。今回ちょっとそういうのをいろいろ検証してる時間がなかったんでやらなかったですけど、うんうんうん、あとね、そうそう、あとねもう一つね、このね回廊の中で、最も重要なものがあります。私としてはね、これは別に拾うだけなんでどうってことはないんですけど、これはね重要。なんでかっていうと、いろいろ何回か戦ったんですけど、前回途中でやめた戦いね、将軍との戦いね、まずね、機械系なんで、フォースを、まあ、使うんですけど、フォースを2人で使いたいのよ。でヤンセンがフォース使って、でもう1人フォースが使えるってことになります。今のを拾えばね。これね。だから、ヤンセンとクックでフォースをやってもらって、でカイムとセスで、また物理攻撃やったりするんで、あとマックは補助ですね。マックね、まあ攻撃でもいいんだけど、なんかねいろいろつけても、そんなに攻撃力がまあほとんど上がらないので、サポートですね。このクックがサポートなんじゃなくて、だからこの4人で攻撃します、マック以外で。でマックはどうするかっていうと、あれをやります。
今ね、ちょっとね、裏でいろんな素材とか集めたりいろいろするのにちょっとレベルが上がっちゃったのが残念なんだけど、ちょっとそれは勘弁してもらいたいんですけどね。まあこれしょうがない。でもね、これでもね、頑張ったんだよ、なるべくレベルが上がんないように。なかなかレベルが上がんないようにね、無駄な戦いせずに、あと必要なものをもらえなかったとするでしょ。トレジャーグラスだっけ、なんかあれで見て、この素材が欲しいなと思って戦い終わった後にもらえなかったとするじゃないですか。そしたらゲームそのままリセットしてやってたりして、まあ努力はしたんですよ。だから努力はちょっと認めてもらいたいんですけど、それでもね、まあ上がっちゃったんだわ。なんでかっていうと、この沼野の宮殿回廊の庭園、ここがね、どうしてもやっぱりね、まだね、あのね上がり気味になっちゃうんだな。うん経験値がね結構多く入っちゃう、ので、どうしようもなかったんだけど、それでももう必要最低限の戦いしかしてないです。でねそっか、あれを見なきゃいけないのか、こっちで見なきゃいけないのか。これどうやって見んのかな、スキルっていうのは。これで見れるんだっけ。これを、やり続けます、ずっと。もうちょっとレベルが低いと少し考えどころのこともあるんだけど、ずっとマックはこれをやります。やらなくてもいいんだけど、ほっとくとね GC がゼロになっちゃうんですよ。なので一応心配なんでこれをやり続けます。ただもうちょっとレベルが低いとどっかで、回復もしなきゃいけないし、っていうのもありますね。あとね、どっかの段階でクックかマックが、マックだな、マックが、アクセサリーでね、白黒魔法レベル2を一応つけさせてるんですよ、装備で。それは何のためにこれをやるかって言ったら、これ何のためにやるかって言ったら、これを使います。これね、一応これをやっとく。っていう感じかな。あとはずっと攻撃でね、マックのスキルリンクで、カイムとセスは、このね、まあいいか、なんかうまくこういかないんだな。じゃあこれで見るしかないか。これとこれを取ったんですけど、これはあんまり、どうかなっていうところ。で、普通の攻撃よりもこっちの方が効くので、こっちの方が効くので、これをやり続けます。MP がなくなるまで。ただね、まだね、勉強中なんだけど、例えばさ、前に言ったと思うんだけど、その武器のリングの効果か。リングのこういう効果があるでしょ。例えば機械キラーレベル1とかっていう大ダメージを与えますっていうの、これをさ、成功、これをさやるためにはグッドかパーフェクトをやらなきゃダメだってチップスで載ってるじゃないですか、よく。ただああいうスキルを使った場合はこれって適用されるのかなってちょっと思ったんですよ。いやだってさ、パワーヒットとか2コンボとかっていう、2回攻撃なんだけど、要はね、はやぶさの剣みたいにドラクエのあれさ、今までほらなかったから知らなかったわけですよ。こういうのね、こういうのどうなのかなってちょっと思ってんだよな。こういうスキルを使っちゃった場合は攻撃でね、普通のだから普通の攻撃っていうやつじゃなくてスキルっていうのを選んで攻撃しちゃうと、ああいうのが適用されないのか、あんまり攻撃力変わんないような気もするけど、なんかね、そんなこともふと思ったんですよ。あくまでもちゃんと攻撃選んで、ちゃんとグッドパーフェクト、そういうね、こっちにそういう苦労させて、それで成功しないと、こういうものを発動させてあげませんよと。このね、機械キラーレベルは機械系に大ほどでもないけどな。
まあ大ダメージを与えますっていうのをさせてあげませんよということなのかなとかね、ちょっとですね、分かりませんね。あとね、なるべくダウンロードコンテンツのこういうのを使わないようにしてるんだけど、特別な場合を除いてね、今レベル高くなっちゃったから余計使わないんだけど、例えばさ、本当だったらさ、これを使った方がよっぽどいいんですよ。これ、機械キラーレベル3があるんでね、これの方がはるかにいいんですけど、まあこれはとりあえず使わないです。じゃあなんでこれを使ってるかっていうと、これなんで使ってるかっていうと、これね、あんまりね、発動しない。なぜなら、なんか5人になったからかな。せずに攻撃が飛んでくることを、まああるけど、一回1人が狙われるとずっと狙われちゃうから、今から戦いますけど、わかんないですよ。わかんないけど、単体攻撃でもし、せずにあまり飛んでくることもないのでね、これを一応、まあ他のでも、いいか。まあこれでもいいんだけど、まあまあこれでもいいかな、じゃあ。違う。違う。違うよ。そのためじゃないんだよ。SP を貯めたいからだ。SP を貯めたいから、やってるんだ。で、一応言い訳としては、そんなに飛んでこないから、別にいいでしょっていう感じ。うん。そういう言い訳です、私の。そんな飛んでこ、で、あとね、あとこれ多分ね、今まで 100% の確率で食らっちゃうんだけど、範囲攻撃とかやつやってくるんですよ、今から戦うやつ。で、範囲攻撃っていうか、ことだと、全員に攻撃飛んでくるんで、それはガードしないみたいですね。多分ね、今んとこ。防いだことないので。なので、まあこれをつけさせてもらいました。範囲攻撃じゃない攻撃もあるんだけど、あのある程度経つと、範囲攻撃じゃなくて、ごめんなさい、ある程度経つと単体攻撃じゃなくて範囲攻撃だけしか使ってこないんですよ。あるやつを倒しちゃうんでね、先に。だからそれまでの我慢っていう感じかな。じゃあちょっと行ってみましょう。これちょっとムービーなんでカットしますね。ヤンを救うところですね。まあ、前回を見ていただければ。ヤンじゃない、ミンか。で、結構長い、まあまあな長いムービーを見て、で、こういう風に言って、でね、この人たち全然話しかけなかったけど、すっかりさ、もうすっかりさ、スパイ扱いっていうかさ、いろんな住民に嫌われちゃってるのよ。で、まあ、これも前回見たけどね。まあ、別にカットできないので。で、この子はまあ、これは我々のことですね。あと、こういう、ごめんなさい。まあ、あんまよく思われてないっていうことね。まあ、ここだけでも見ようか。じゃあもう一回。ミンを救ったところですね。でも逃げきれなかったっていうことですね。で、追いつかれちゃったってことですね。将軍ね。っていうことで前回最後の戦い始まったわけですね。前回の最後ね。今ならいける。それでね、この下は倒さなくても、終わります。この上2つを倒せば。でね、どっちがいいかって言ったら、こっちの方が、HP 高くてちょっと辛いんですけど、こっちから倒した方がいいのかもしれないんですが、今ちょっとだけ多分レベル高いと思うんだ。1か2ぐらい高いと思うんだ。でもね、それもかかわらず、そういうことにかかわらず、こっちから倒した方がいいと私は思います。なぜなら、こいつのカノンアタックだっけな。
こいつのさ突進攻撃みたいのがあるんですよ。それがさとてつもなく GC を減らされちゃうので、あれは大したことないんですよ、威力は。威力は大したことないんですけど、100とか150ぐらいしか食らわないんですよ、レベル低くても。極端にレベルが低い人は分かんないですけど、これはだからその HP っていう観点から言えば耐えられるんでいいんですけど、ただ GC をとてつもなく削られてしまいます。じゃあこっちはね何なんだっつったら、こっちがさっきの言った範囲攻撃。その範囲、ごめんなさい、逆ごめんなさい、こっちが範囲攻撃だ。こっちが範囲攻撃で、こっちが突進攻撃だから、こっちからやります。こっちの方が HP は高い。こっちはもっと HP 低いですけどね、もっとっていうかまあ低いですけど、だからこの順番、これが一番高くて、その次に HP があって、こうっていう感じかな。これとこれは一緒だったかな、 HP。っていう感じ。とにかくこの突進攻撃は GC をとてつもなく減らされてしまうので、こっちからやります。こいつが一番 HP 高いですけどね。だから HP が、こっちの HP が低い時はっていうか、レベルが低い時はこれを結構耐えてなきゃいけないってことになっちゃいますけどね。こいつの範囲攻撃をね。でもね、こいつの範囲攻撃はそんな大したことないので、あとね GC がねあんまり減らないの、この範囲攻撃なのでほっときます。だからこっちからやります。でさっきも言ったように、これはどうなのかな。だから要するに攻撃じゃなくて戦うか。だからこれでやった方が、この戦うっていうのをやった方が、機械系大ダメージ、それがちゃんと適用されるのかなっていう話をしてるんです。これやっちゃうとさ、リングが出てこないんですよ。リングが出てこないんで楽じゃないですか。だからそういう楽してるやつには、リングの効果を与えてあげませんよっていうことなのか分かんないんですけどね。でもまあとりあえずこれでやります、これをね。でこれも同じ。じゃあこれ何するかって言ったら、フォースをこいつに叩き込んで、これも同じです。さっきの中級魔導士っていうのを取ってるんで使えるんでね、クックは。でこれはもうひたすら、これをやります。ごめんなさい、これね。これだからさっきのねケロロンとか、あと瀕死攻撃力アップとかあるでしょ。だからああいうのの組み合わせと、あと挑発っていうのが手に入ったんですよ。それ前回入ってたっけ。だから今この戦いではやりませんけど、そういうのも駆使して FF12 みたいに、だから一人をデコイにさせて、攻撃するっていうことが、この挑発っていうのを手に入れたことによって可能なのでね。あとは例えばまあこれでもいいしね。まあ今やらないですけど今回は。例えばこれもさ、攻撃力じゃなくて物理防御力がアップするっていうのもあるのかもしれないし、であとこういうのもあるでしょ。だからそういうのを一人デコイに全部ひとまとめにかけさせて、それでなんかうまく、攻撃力を底上げするっていうことが、まあちょっと今後やってみますけど、今回はやらないですけどっていう感じ。ちょっとバーって言って何言ってんだか分かんないかもしれないんですけど、これね。でね、どうしてもねマックがね一番最後になっちゃうの。じゃあこれを使えばいいじゃないかっていうのもあるんですけどね。これでこうやってやればいいじゃないかと。それいいんですよ、いいんですけど、一刻も早く倒したいの。一旦もっていうのかな、1攻撃も無駄にしたくないので、まあ勝てるんですけどね今は。ちょっとレベルもちょっと高くなっちゃってるんで勝てるんですけど、無駄にしたくないっていう感じ。だからレベルが低いと、だから前回とかレベル20ぐらいだったっけ。ああいう風になってくるとちょっといろいろ考えなければならないかもしれませんけどね。でもそんなにやり方は変わんないと思う、前回のレベルでもね。まあ前回は初見だからいろいろ分かんないですけど、ほらね、マークが一番最後になっちゃうんだよ。これ最初必ずこうやって取られちゃいますね。
まあ仕方ない。1回の戦うより2コンボの方が威力が入ります。でこのね、次に何来るかなんだよ。一発目何来るかなんだよ。あ、これね。これさっきの範囲攻撃ね、言った。これね、大した威力じゃないんだ。特に最初はね、まだ GC もあるし。これだよ。あ、タンクヒットか。これがさ、きついんだよ。あ、よかった。皆無だ。ドカーンってほら、GC 削られてしまうんだよね。でね、タンクヒットをやられるでしょ。でね、タンクヒットをやられて今のウォールをかけるでしょ。でもね、減る量より回復量の方が少ないんで、いつまでたっても減り続けてしまうのでね、そういうのもあって、一番上から最初に倒したいんですよ、こいつから。そうすればあとは範囲攻撃だけなので、とにかくこいつを先に倒したいの。じゃなければ GC がいつまでかゼロになってしまうので、ぼやぼやしてると。怖いですね。2ターンで今はね、今の我々は2ターンで倒せますけど、これでいけるはず。よし。あ、これか。これかって、そりゃそうだよな。だからこれだとウォールの回復量の方が上回るので、これの方が上回るので、でね、ちなみにね、あれ一つ減りましたね。もう2つ減るんですけど、一番上を叩くと。これを先に倒すでしょ、カノン砲。で、さっきの魔導なんだっけ、もう名前忘れちゃったよ。一番上ね。あれを倒すのを先か、カノン砲を先に倒すかによって、ちょっとセリフが変わります。今の将軍のセリフが。まあ、今はやらないですけどね。その2つの動画っていうかやりませんけど、ちょっと、変わりますよっていうだけね。なかなかね、面白いよ。へえと思って。でね、もし経験値、SP はまあ1だけど、こいつらね、これを倒せばもう終わるんです。こいつを倒さなくても。でも少しでも経験値と SP が欲しいよって人は、こっちから先に倒してもいいですね。そうすればマックスでもらえます。 SP も経験値も。で、私経験値入れたくないし、 SP は1しか変わりません。 SP はね、全部でね12でね、こいつを倒さないと11だから、まあ1ぐらいだったらいいじゃないですか。ただそれよりも経験値がまあまあ違うんですよ。まあ違うのよ。なのでこいつを倒しません。今は倒せますよ。こいつをやってからこれを倒せますけどね、全然耐えられるので。でも経験値入れたくないので、こいつを倒して終わりにしちゃいます。やり方は同じ。同じね。まあこれもうやる必要ないんだけどね。まあ念のためね。前のボス戦の方が辛かったですね。まあ手駒も少なかったからね、もちろんね。マックもクックもいなかったし、スキルリンクって言ったって大したことなかったし。
うん、だからまあ前の方が辛かったです。うん、若干ですけどね、回復量のが多い。もうこれで終わったかな。あでちなみにね、こいつらはね、神秘の香料だっけな、香料って香るってやつね。神秘の香料っていうのしかこいつらは持ってないです、敵。ドロップも盗むも。だから前にも言ったように、躍起になって盗む必要はないですね。うん、盗めばドロップしない、うん、それは多分間違いないと思う、うん、で盗まなければドロップするので、うん、特にこれボス戦だからね、余計間違いないと思うんですけど、前にもそれ説明したから今説明しませんけど、だから盗む必要はない。ただし今後分かりませんからね、前にも言ったように、うん、例えばエクスカリバーとか、エクスカリバーが盗めてドロップアイテムが、うん、これね、神秘、うん、でスティールドロップで、前にも言ったようにスティールが例えばエクスカリバーで、ドロップが、なんだろう、なんでもいいけどロトの剣とかね、だとするじゃないですか。うん、そしたらね、やっぱりね、スティールも絶対した方がいいですね。でね、このゲームのすごいところは、盗めた瞬間その武器なりっていうかそれを使えるのでね、うん、なぜかね、うん、だからもしね、このスティールのところにエクスカリバーって書いてあるとしたら、ぜひ盗みたいじゃないですか。うん、ですぐさまこれで装備を変更したい、うん、ということですね。うん、そうだからね、今はまあ神秘だからあれだけど、うん、だから盗む、じゃあ意味がどこにあるんですかっていう。盗んだらドロップしないんですから、うん、絶対にね。だから普通は盗みで、ドロップはドロップ、うん、だから神秘の香料を盗んだとしてもドロップで神秘の香料ももらえるって考えてたんですよ。でももらえないのでね、このゲーム絶対、特にボス戦は前にも検証したけど、うん、100回もやってないですよ。でも絶対もらえないと思う。もう結構何回かやったから。でね、じゃあ何のために盗むがあんのっていう、同じものなのに、うん、要するに神秘の香料っていうのは1個しか持ってないわけですよ、こいつは。うん、他のゲームと違ってね。だから1個っていう考え方なんだったら、盗んだらそれはドロップしないよねっていう感じなんだけど、じゃあ何のために盗むっていうものが存在するのって言ったら、多分さっき言ったみたいに、もしスティールとドロップが違う場合に、もし武器やアクセサリーだったとしたら、早速使えるってことなんですよ。うん、だから盗んだ方がいい。だから盗んで後からゆっくり見て、ああエクスカリバーだすごいねじゃないんですよ。すぐさま使えるんでね。うん、エクスカリバーをねエクスカリバーじゃないんだけど例えばほら、後半になってくればなってくるほど、もしかしたらすごいのを盗めるかもしれないじゃないですか。うん、だからそういうのも気にしつつやりたいところですよね。うん、例えば雑魚戦にしてもいいの持ってるやつがいるかもしれないじゃないですか。うん、っていう感じね。これで終わると思うんだ。今何回やったっけこれ。何ターンやったかな、カノンの方は。まだこれワンターン目だっけ。違うか、もうこれで終わりか。今 HP 見ればよかったな。うん、カノン動力も満タンになりましたね。その前に倒せるので、これ何が飛んでくるんだっけな。うん、うん、この言葉じゃないですね、一番上を最後にすると。負ける気がしないね。うん、これがね11ポイントでね、12ポイントになります、下も倒したらね。あとね、経験値ももちろんもっとバーンって入ります。守備の考慮は2ね。うん、なぜかね、うん、4体いたでしょ。でもね3体っていう扱いなんですよ。うん、だから、マックスで倒しても、12ポイントの3000は同じ、
が神秘の香料は3だから、もしさっきさ盗んだとするでしょ、わざわざ3体から。だとしたら、神秘の香料ここに絶対に乗らないはずです。絶対に 100% アイテムなしっていう言葉だと思う。っていう感じですね。ただね、神秘の香料一つ気になってるのが、これボス戦でしょ。神秘の香料っていうのが割と貴重なのかなともちょっと思ったんですよどうしようかなと思ったんだけど、もう経験値の方を優先させちゃいました。経験値入んない方がいいやと思って。さあここまではやってる。こっからは見てない。もちろん今の画面でバックしちゃったんで、バックっていうかゲーム終了しちゃったんで。やった将軍ざまみやがれ。将軍はどこにいるのかな。あ、いるのか。あ、今のうち。いいぞ。さあ走れ。走れ。ちゃんとしたムービーの時音がすっごいでかいんだよね。あ、ちょっとあんまり。さっきは悪かったな。いいえ、俺もあんな真似はしたくなかったんだけどよ。痛かったかい。ごめんよ。いいんです。みんな無事だったのですから。それと一つ感謝。俺たちを逃がしてくれて。この子たちがいましたから。ああんたどうも変だね。マジボレ。あ、あうるせえよ。女王様、大丈夫ですか？ああ、クック、マック、どうしてあなたたちが？お母様はどうなさったのですか？死んだ。気を落とさないでください。私がついています。ありがとう、女王様。まだまだ泣き虫さんなのね、マックは。これから変わっていくさ。ごめんなさい。ほんとごめんなさいね、毎回。さ、この女王さんはさ、1000年ぐらい生きてるからなのかじゃないよ。生きてるんだけど、生きてるからが理由なのか知らないよ。知らないんだけど、前にマックとクックが女王様に世話になったとか言ってたね。その時思ったの。一住民をさ、なんかよく知ってるみたいなのよ。民って。この女王さん。すごいよな。だって何千人何万人いるか知らないよそれさ、1000年生きてるから知ってんのか知らないんだけど、すごいなと思って。それかもしかしたらマックとクック、お母さんがちょっと特別になんかちょっと近しいあれだったのかな、女王様と。多分そうじゃないと思うんだけど、一住民だと思うんだけど、だから今クックマックって名前も分かってたんだね。よく覚えてるよな。1000年って言ったって一住民っていうのはね、その4 50年5 60年しか生きないわけなので、ある程度密に関わり合わないと覚えられないと思うんだけどな。なんかその辺も不思議ですね。とにかくいろんなこと考えちゃうんだけど、とにかく住民のことをいろいろ知ってるんだなっていうこと、なんですよね。さあさあ、その死んだお母さんが今目の前にいる男カイムの娘だったという知るのはまだ先なのかな。さてミンはこれ出ちゃったけど
え。セス、あ、覚えてる？先ほどあなたが話したこと本当ですか？私たちが仲間とは。ここじゃゆっくり話せないよ。町を離れないと。どうする女王様。あんたこの前は自分は女王だから出られないなんて言ってたけど。あなたたちと行きます。どうやらそうしなければならないようですね。一緒に行ってくれるの？ええ。え、そうなの？あ、セスって、あ、そっか、あいつの名前か。あれ、なんて名前だっけ？カイムの奥さんじゃない、あ、奥さん。セスじゃなかったっけ？なんだっけ、サラだっけ？待って、ヌマラからもガンガラからも割れてるんだよ、私ら。足がいるよ。いやだけど女王さん、ああでもあれだな、さっきの将軍もさ、一応女王はまあどうでもいいんだけど、一応お飾りとしては必要なわけじゃん、住民の信頼を得るためには。だから一応さ、まあね、ウーラから侵略の足は近づいているけども、とりあえずはこの民の救出っていうものをやらなきゃいけない立場になるよね。何よりもウーラからのいつ攻撃されるかっていうところまで来てるけどもね、どうするのかね、あの将軍ね。うん。かといってほっとけないじゃん。女王さらわれてると思ってんだから。待って、沼田からもガンガラからも割れてるんだよ、私ら足がいるよと。足？港に行こう。私に考えがあるんだ。どこに行こうとしてんのかな、ところで。まあ海賊だから知ってんのかな。お、合成魔法だって。これね、さっきの戦いの時もずっとさ、グレー表示だから、このグレー表示、まあ、今これ白くなっちゃうけど、グレー表示のさ、合成魔法っていうのがずっと出てんの、ヤンセンに。何なのと思ってたんだよ。見ますよ。あ、そこにランが加わるんだ。あ、これもじゃあリングと同じ？魔法の中には魔法の組み合わせで使用可能なる合成魔法というものがあります。なのにさ、なんでさ、リングとリングを掛け合わせるとかいうチュートリアルは入んなかったのかねって前に言ったと思うんですけど、こういうの入るんだ。合成魔法というものがあります。ああ、はい。2種類の魔法を使用するため、対応する魔法を取得する必要があります。単純に上位版になるの？どっちかが消えちゃうとかじゃないよね。例えばファイヤーとなんとかとかさ、ファイラとなんとかとか、メニューの、例えばファイラとブリザラをかけるとするじゃん。そうするとブリザラの能力は上がるけどファイラが消えちゃうとか、そういうことないよね。メニューの魔法情報画面では使用可能な魔法を確認。なんか表分かりづらいね。何があれで掛け合わせられるっていう表なの？必要な魔法を取得してない合成魔法は名前が表示されません。まあその辺は分かりやすいね。スキル魔法じゃないよ、合成魔法のスキルをセットしていれば。合成魔法のスキルって何？スキルをセットって何していれば、この画面に表示されている合成魔法でスキルのレベルに応じたものが使用可能になります。ちょっと分かんないね、いろいろ見ないと。スキルのレベル、スキルをセットしていれば、これもう一回見れないんだよな。まあ見ないしかないな。ここにチュートリアルがあればいいのに、ないよね。これ
あ、なんかポイキールだって。これの何がだから、あ、ああ、ああ、右2つ見んのか。キールプラス、キールなんてあったっけ？あ、毒のやつか。キールとキュアポイで、ポイキール。キールとキュアパ、あれキール、パラキール。あれじゃあキールって何個もないから、あれなんだ、ちょっと待て。ミンがいるぞ。あ、いるって言っても、こういうやつか。あれ、あ、でもなんかあんの？こいつ何パーティーメンバーなの？いや、ちょっと待って、これがわかんないや。だってさ、キールって別にさ、魔法でしょ？ 1 個、スキルをセットとか言ってる。あ、なんか、バックの画面が変わった。スキルをセットってどういう意味？やっぱ11はでかいよな。さっきのね。だからこれに変えといた。使わないけどね。さっきの戦いではね。わかんないね。だってさっき、これどうやって見ればいいんだっけ？ちょっとうーん。キールキールってなんだっけ？あ、呪術か。あ、別にこれ何回もできんの？だってさ、これだって、この3つ欲しい場合どうすんの？全部キールを使えるってことなの？1個消えちゃわないんだ、別に。でも、ポイキールとか、パラキール、シルキールっていうのは、この、女王様しか使えないんだ。他に何があんの？あっと、ゼフレ、あ、これも、これは何？合成魔法っていうのは、ミン専用なの？あ全体魔法か。全体魔法なんだな、これ。それが入ったんだね。あこれの全体魔法が欲しいんだよな。この全体っていうか、全体。特に防御力アップとかはまだもらえないんだな。あとね、あれがないのかね。ほら、非属性を防ぐとかっていうのあんじゃん。非耐性を上げるっていうの？水耐性上げる。風耐性上げる。それがないんだよな、まだこのゲーム。うん。これも範囲が欲しいな。うん。こういうのもね、範囲が。まあ、今、くれないのかな。なるほど。じゃあ、港。これ行くとあれかな。じゃあ、こっから次やろう。今回はここまでにしよう。すいませんね、話ばっかり相変わらず。申し訳ないです。では今回は、ボス戦だけって感じだったね。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあ次回は港行ってその足船、かなんか手に入れんのかな。では、今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジラティでした。じゃあね。